ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、トリポウィンのケーブル、セラフ。こないだも2種類を同時に紹介したんだけど、今回は青が鮮やかな上級ケーブルだ。価格はだいたい8000円クラスで、この価格ながら、芯材が無酸素銅なのはちょっと珍しい。そこに銀メッキを施したケーブルということで、中華ケーブルの無酸素銅線としては、結構お高い仕様になっているな。表面仕上げの金属部品は高級感がある。プラグの選択肢は、QBC、MMCX、そして2ピンだ。2ピン端子はもちろん埋め込みタイプに対応する CIEM 型2ピン。また、MMCX に関しても、一部ゼンハイザーの MMCX コネクタが奥まった位置にある機種に対応するために、形状に配慮して作られていて、ゼンハイザー IE900 他への対応を公式が宣言してるのが特徴的だ。ちなみに、このセラフは、現在8000円程度で購入することができるんだけど、その価格のおかげもあってか、しっかりとこちらは 4.4mm プラグと 3.5mm プラグのラインナップがある、買い価格帯の商品は 3.5mm アンバランスだけだったので、これがすごく嬉しい人は結構多いはず。さて、取り回しについては良好、軽量な金属パーツ、スライダー付き、そして、柔軟なケーブルと、程よい太さで抑えられている点などなど、全体に、あまりケーブルに神経を割かなくて良い仕様だ。8芯ケーブルは洗剤の厚みと取り回しを両立する、程よいケーブルが多いよな。他の8芯ケーブルだと、もうちょっと硬かったり重かったりすることも多いんだけど、トリポウィンセラフを含めた、トリポウィンのケーブルシリーズは、どれも程よい柔軟性を持っており、使いやすいのでおすすめだ。今回のセラフは、さすがに以前紹介した3000円クラスのケーブル2機種に比べると重量はあるものの、変わらず柔らかくて使いやすいので、ぜひおすすめしたいな。さて、そんなわけでおすすめポイントが高いトリポウィンシリーズの中の、上位機種、セラフ。洗剤としては真新しいところはないんだけど、ここまでのケーブルたちの仕様を考えれば、きっと満足できるもののはず。果たして、その音質は？無酸素銅ケーブルは、基本的に低価格モデルで使われていることが多くて、高音が柔らかいか、硬い場合、どこか荒が目立ちやすいんだけど、本気はやたら銀メッキが元気な音なのに、それでいて高音域側に荒がない、感触系、ソリッド系のサウンドで、低音域も表現できて、それでいて隙のない仕様だ。特に、金属音なんかはぐいぐい進出してくるので、その部分がちゃんと主張してくるケーブルが欲しい人におすすめだな。セラフを好む人は、おそらく初期の低価格ハイブリッドのビビッドなサウンドが好きな人だ。最近だと、TRN-TA さんなんかはそんなサウンドだったな。BA はとことん金属質な音を出して、低音域も引き締まってるサウンドが好きな人は、セラフの音を聞いて、そうそうこれだよこれ、と膝を叩くに違いない。高音域はとにかく鈴の音が響くよう、金属音のシャープな響きが強調される、元気な印象だ。中音域以下も引き締まりが強い、銀メッキ無酸素銅線って、大体の場合、全体がスローで、その上に乗ってる銀メッキの高音域がバキバキという、温度感の違いを楽しむものなんだけど、今回セラフは、とにかく全体がソリッドで、1万円近いケーブルの中でも、とにかくソリッドな印象。やっぱトリポウィンがただ普通のケーブルで終わらせるわけがなかったな。これに近いケーブルには、トリポウィンジェリーという、グラフェンをミックスした16芯ケーブルがある。ただ、ジェリーよりこちらの方が、全体のバランスは良い。よりはっちゃけてやりたい放題してるのが、ジェリーだ。セラフは、キレの良さを保ちつつ、刺さらない、割れない、高音だけが突出しない、というバランスになっているので、ここの差が大きいな。というわけで、カリカリのサウンドが楽しみたい、ちょっと良いケーブルが欲しい人、トリポウィンセラフはおすすめだぞ。バランスケーブルあるしな。といったところで今回はここまで、カリカリサウンド大好き。ニセフ CK-NX7 とか、シークリールドーンとかに組み合わせると、とかくバッキバキになるぞ。